場所から作り出した時はありがとうという感じでしたね。はい。ママとお嬢ちゃんが2人っきりで寝れる寝室に生まれ変わりました。寝室っぽい。はい、今回の週末ビフォーアフターは前回に引き続き 3LDK のマンションにお住まいの共働きの30代のご夫婦と保育園に通う女の子がいるお宅の解決編でございます。このお宅はですね、3年前に引っ越してきてすぐに奥さんが出産してその後すぐに復職したということでね、お子さん中心の生活をされていたことで、3年前から物置部屋と化してしまったお部屋の片付けがなかなかできないということでね、私に相談があったんですけれども、どの部屋をどう使うかってすごく重要で、さっき言ったように要するに娘と2人で寝る、っていうのがあるじゃないですか。で、娘と2人で床に寝る理由は手をつなぎたい。手をつなぎたいってことはどういうことかっていうと、段差があっちゃいけないってなった時に、ここでもうマットレス引きっぱなしで寝ちゃって、でそちらにしっかりとソファーが置けて、で俺が寝れて、それでなんかちょっとワークもできるみたいな。パパはもう一切リモートはない。ないですね。なるほどね。でそういうワークスペースはいらない。どっちかって言ったらちょっと一人でのんびりできる空間があればいいって感じな。でただね、私ね、じゃあ今回そういう風な方向性でどうっていう風に提案したとしても、それが全てではないと思ってて、要するに今この段階でベストな暮らし方みたいなところの目標を作らないと、子供がちょっと大きくなったら片付けようとしたら一生このままになっちゃうお家って結構あるんですよ。でなんかね、もう見えてるのが娘のことだけで、やっぱりどうしても親は後回しみたいなところがあるじゃないですか。ただやっぱりそこのメリハリはちゃんとつけた方がよくて、パパはすごい炊事とかやってくれてね、すごく助かるかもしれないけど、パパだって一生懸命頑張って外で働いて、なんかね、自分の場所がないんですよ、あっちに。ママは娘と入れるスペースがあれば幸せでしょ。今は一人になりたいとか、私があそこじゃなきゃ嫌だわとか。ないです。寝る場所にこだわりはない。寝る場所にこだわりはない。でもパパのそういう夜一人でパパしてるので、そこで私も在宅ワークできればちょうどいいなって。それはいいじゃないですか。たださ、やっぱりなんかそういったところにやれるスペースがあるだけで仕事のものがそっちの収納に戻せるので、そうするとあっちに仕事のものがいかなくなると分けるのがいいよね。こっちパーソナルスペース、あっちがパブリックスペースで家族みんながくつろげてゆっくりできる場所っていう風に目的を変えるだけで物の場所が変わるので、いいじゃないですかそれ。はい、じゃあその方向性でいきましょう。お願いします。はい。改めてね、この家の問題点を見ていきたいと思います。まずね、生活リズムの違うお父さんがリビングに布団を敷いて寝ていたということでね、なんか素敵なねお宅だったにもかかわらず、ご主人のスペースがね全くないというお家だったんですね。お父さんもね一生懸命働いててね、お子さんが小さいので大変だと思うんですけれどもね、やっぱりパパも一生懸命頑張って働いてるのでね、パパのスペースもあったらいいなというふうに思いました。そして、一番問題だったこのね物置部屋と化してしまったお部屋でございます。はい、物置部屋ではですね、忙しい共働きの夫婦にはねとても便利なね冷凍庫があって、これすごいねこの家で活躍していたんですけれども、それ以外のものに関しましてはですね、引っ越してきて以来開けられていない段ボールだったり、ママの思い出のぬいぐるみたち、もうちょっとかわいそうな状態で置いてありましたよね。ほとんどね稼働していないものばっかりがこのお部屋に置いてありました。この部屋にあるもので特徴的だったものが、実はこの家っていうのはいつでもゴミが出せるお家じゃなくてですね、どうしてもある程度家の中でねゴミを貯めておかなければならないお家だったんですね。ということで、この部屋には結構ね段ボールとか、あとペットボトルなど資源ゴミがかなり溜まっていたんですね。この物置部屋って、半分は資源ゴミ置き場、ゴミステーションと化してたということだったんですね。はい。ということで、この家の攻略法として私が考えたのは、まずこの物置部屋にあったゴミ問題をですね解決すること
ができればご主人のスペースは確保できるというふうに判断いたしました。というのもですね、この家ってね、結構機能しないでね、放置されていたものがたくさんあったんですね。例えばママと娘さんがね、寝ていた寝室にまか不思議なベッドの上にソファーってあったじゃないですか。あれなんかもう全然動いてませんでしたし、物置部屋にはね、デスクだったり椅子で、ちょっとね映ってないんですけどね、テレビもですね、何も見えないような状態でね、冷凍庫の後ろに入ってたりとかね、リビングにもね本棚がスカスカな状態で置いてあったりして、こういったものたちをしっかりね、機能させるように活用してあげれば立派なご主人の部屋が作れると思いましたので、私がまず最初にやったことはこの物置部屋を解体して更地にすることでした。ということで、そちらの模様をご覧ください。早いですよ私たくさんやってきてるので、寄せることは簡単です。その代わりあちらが地獄になってしまいました。そうですね、もうなんかもうホールにいるぐらい声がすごい。ということでね、じゃあちょっとあちら見てみましょう。はい、ということでですね、お嬢とママの大切な寝室が、地獄と化してしまいました。一応ね、お友達もちゃんと救出できておりますので、大丈夫です。思ってた以上に大きくてですね、それはやっぱり2歳の娘よりも大きいこの子はですね、やっぱちょっと声かなっていう感じなんですけど、何か私があの場所から作り出した時はありがとうという感じでしたね。お友達がね結構いるんですよ。いるんですけど、この子たちはママにとってはね、大事なお友達ということで、こういったものをもうどうするかということをね、ちょっと私が考えさせていただきながらこの部屋を大改造していきたいと思います。ということでね、得意の更地やりました。本当に人手って大事ですね。これをね、ママ一人でやるのはなかなか大変だと思います。でもね、私たちチームでやるのでね、隣の部屋に寄せただけなんですけどね、そうすることによって3年間全く動いてなかった物置部屋がですね、こうやって生まれ変わるとですね、何がいいかですね、もう掃除ができるわけですよ。どうしてもね、物があると掃除ができない。もう掃除ができないとね、部屋がどんどんくすんでいっちゃうんですよ。これ新築のマンションですよ。絶対もったいないですよね。もう本当に更地にしてピカピカに掃除をするとですね、この部屋が息を吹き返したように生まれ変わるわけです。ということで皆さん、この物置部屋を更地にした上でこの家を大改造してきましたので、そちらの模様をご覧ください。ということで作業は終わりました。一つは物置部屋で、もう一つはベッドの上にソファーが置いてあるような摩訶不思議なお宅だったんですが、しっかり改造しました。まずは物置部屋だったお部屋から見ていただきましょうか。どうぞ。ぴったりハモった。ぴったりハモったね。そうです。すごい。ママとお嬢ちゃんが2人っきりで寝れる寝室に生まれ変わりました。寝室っぽい。もう思い出せないぐらい今まではもうなんか段ボールのパレスみたいな感じになってましたけれども、それがですね、しっかり寝室として生まれ変わっております。綺麗だったな。お友達もこれならね、怖がられないで仲良くしてくれるかなと思って置いておきました。ありがとうございます。ものすごい声が響きますね。違いますね。もう全然同じ部屋とは思えない感じになっております。で、こちらのクローゼット、こちらのねタンスももともとあちらの部屋にあったタンス、クローゼットの中にあったタンスをこちらに移動させてもらって、奥様のお洋服はシーズンオフなものはこちらで、なんならね、もうお嬢ちゃんのための本とか教材もですね、どっさりありますので、ここに隠しました。
隠したと言っても開ければすぐ見えちゃうんですけど、とりあえずね、お母さん的には今出したくないものとかもあるということだったので、こちらの方に収めさせていただいて、あんまりここは動かないのでね、ここは散らかることはないかなと思うんですが、バレちゃった時にはね、もしかして出されちゃうかもしれないので、なるべくここは閉めといてください。はい、どうママ？いや、ちゃんとした寝室になりました。そうよね。なんかちょっとへんとこりんな寝室で寝てたもんね。私手つないで寝るから平らでないとダメなのって言ってベッドの上にソファー置いといてですもんね。はいそれがとても静かな、朝までぐっすり眠れるような寝室になったと思います。ありがとうございます。じゃあこれは、合格ってことではい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ということで最後にまさかの摩訶不思議な寝室がはい、どうだったか見ていただきましょうか。どうぞ。おー、パパ見て、すごい。素敵でしょ。ちゃんと仕事部屋みたいになってる。そうなんですよ。もうなんかね、ものすごくグレードの高いすごい。うん。僕の部屋ができてしまいました。すごいすごい。お父さんこれ覚えてます？これで、テレビなんですけど、はいはいはい。眠ってたテレビ。眠ってるどころか冷凍庫の裏に置いてあったなんかこうちょっと前の YouTube に出てきたダブルモニターのモニターかなと思ったら、なんとテレビでした。もう本当にもう週末ビフォーアフターに出てくるお家はですね、使ってないテレビがめちゃめちゃいろんなところに置いてあるみたいな感じでね、冷凍庫の裏で誰もテレビ見れねえっちゅう話なのに、これどうしますって言ったら、見たいですっておっしゃるので、もうしっかりと今日からテレビが見れる環境になってますはい、見えました。久しぶりに。はい、見えてますね。あ、ちゃんとついた。はい、そしてなんとこちらでリモートワークがしたいというママの希望を叶えるために、こちらで仕事ができます。はい、素晴らしい。こちらはパパのパソコンだということなので、ママこちらでやるかね。これどっかで見たことありますよね。そうです、小室哲哉方式ですダブルモニターでできる女を演じていただきたいと思います。はい、すごいなんなら奥さんもしご主人がこちらで何かお仕事されてるようなことがあれば、なんとこちらに椅子もございますので、はい、あんだけ練習したのにやっぱり無理だったはい、こちらで仕事をすることができます。白い家具が好きな奥さんと黒い家具が好きなご主人のコラボレーションでございます。ということでですね、非常に生まれ変わった寝室兼書斎兼、そしてソファーでくつろげる。いいですか？ソファーはベッドの上に置くものではありませんしっかり座って、本当だったらここに飲み物が入ってたらいいんですけど、あいにくの冷凍。あいにくの冷凍庫なんですよ、これはここはですね、育児や家事に追われるママとパパが、ちょっとでもホッとできてね、くつろげる環境になるようにね、そこに鍵ついてますんでいつでも鍵をかけていただいてゆっくりするのもよし、そしてそうです、忘れてましたお友達がこれ一番大事なジェシーがこちらの住人になりました2歳の子供にはちょっと厳しいかなっ
っていうことで、ちっちゃい子から慣れてって、最後にね、ジェシー大好きジェシー大好きってなるようにね、とりあえず今は、お父さんと一緒にやっていただいて、はい、ね、もうほんとなんかホテルに来ちゃったみたいな、変なホテルよりもよっぽどリモートワークができてくつろげて、ほんと一つ残念なのが冷凍庫だっていうことだけです。冷蔵庫じゃない。この冷凍庫がですね、結構、この部屋を作るのに苦労したっていうか、あんまり寝室に冷凍庫置いてあるうちないんで、動線上に、さっと取れてキッチンに持っていける環境にするためには、ちょっとここが一番良かったかなということで、ベッドを奥にさせてもらって、ソファーはこちらで、こちらからもねテレビが見れるような環境にありますので、これで使っていただきたいなと。そうそう、収納の中もやってるんですよ。お父さんもう終わったと思ったでしょ。終わったと思います。ここがすごいと私は思います。というのはね、じゃあまずこちらから見ていきましょうか。こちらね、ご主人の服が入っております。僕のだけがちゃんとね。僕のだけです僕のだけの洋服を着ようと思う前にこちらでバウンドしていただいてなんかこう運動しながらね、すごいですね。これ結構怖いですねはい、非常にこう選びやすくなっておりますし、でこちら側にねちょっと奥まってたので、ひな人形系のものとか、あとクリスマス季節の人形みたいなねツリーとかも置いてます。で今ちょっとできてないご主人の趣味の道具もこちらの方にありますので、はい、ちょっとね寝かしておいて、でこちら難度で、こちらはねご主人のラインということで使っていただければいいかなというふうに思います。そしてです、私今回ねこちらご主人のスペースということでね一生懸命考えてこのようにしてるんですけれども、こちらがすごくねこだわったところでございます。見てください。おー、スカスカ。文句あります？きれいですね。詰まってるのかと。詰まってると思うでしょそこが私は違うところなんです。今までご主人会社から帰ってきたらバッグ向こうに置いてましたよねはいで帰ってきたらここに置いてください。はい、そしていろいろね、ここでまだ空ですから、はい、こちらになんかこう定期とかなんかこうごちゃごちゃするような、ものを置いていただいて、ここに置くだけでリビングが散らかりません。今まではどうしてもね、何ですかね、子供の場所になんかお父さんが単身赴任でやってきてなんか間借りして住んでるみたいな感じだったじゃないですか。でそういったねお父さんのグッズが結構あちこちにあったと思うんですね。なのでご主人のこういったバッグ類とか、あとベッドマットもあちらにあったやつをベッドの上に引いてますからねあとベッドマットの横にあった棚見てください、あちらにあるんですよ。すっぽりね、まるでなんか計算したかのように置いてありますよね。最初からねそこにあったかのような。最初からないですよねでもね本当にね皆さん忘れるんですね。昔からこうなってたかのようにねこれから暮らすと思うんですけど、大丈夫です。 YouTube で全部見せますからね私がとてもこだわったのは何かというとゴミ置き場です。この家はどうしてもゴミをその日にしか出せないというような条件があるってことだったので、そういう意味ではね段ボールものとか、あとどうしてもねたまりがちな紙類とか、隣の部屋に結構ゴミステーションだったんですよね実は隣は。奥さん安心してください、ゴミステーション作りましたよ。はい、ありがとうございます。はいね、スカスカじゃんって言うでしょかなり満タンになると思うただねここが一番玄関から近いですし、ここからさっと出せるようになれれば段ボール系のものとかどうしてもねたまりがちなものをこちらの方に一旦保管していただいて、ご主人の寝室で申し訳ないんですけど、ただ閉めれば景色を思い出してくださいよゴミステーションから比べればかなりグレード上がったと思いますので、この景色を保ちつつ
はい、お仕事育児頑張ってほしいと思います。はい、ご主人ちょっと感想をいただきたいんですけどいかがだったでしょうか。いや本当劇的にビフォーアフターしたなって本当？思います。あ、本当にありがとうございます。はい。やっぱりゴミが一番課題だったのかな。そうですよ。もうだってご主人ゴミ捨てに行って帰ってこなくなっちゃってねこれ YouTube どうすんだよって感じだったらね本当に空気読んでくださいって感じなんですけどでもねそのおかげでね本当だったらねここに段ボールいっぱい置こうかなと思ったらね段ボールも全部出していただいたりとか本当に今日は助かって人手は大事だなと思ったんですけどただね今までご自身のスペースなかったですからね。なかったですから、はいどうです？いやすごく嬉しいですね。本当？もうリアクションが薄いからもうなんかどっちかわかんないんですけどご主人にはいいスペースをねゲットしてお仕事頑張ってもらいたいと思ったんでありがとうございます。本当にあのベッドが生き返ってます。光り輝いておりますね。あ、光るんですねあれねまさか光るとはね。すごいすごい本当にすごいね。じゃあ大成功ということで、はいはい、これたまには一緒に寝ていただいてはい仲良く暮らしてください。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうありがとうございましございましたた。はいということでね物置部屋だったお部屋が親子の寝室に生まれ変わり親子の寝室だったところがご主人の寝室兼書斎に生まれ変わりました。はいもうねご主人この日一日中もう本当大活躍だったのがですねこの家ね車がなかったんですけどご主人レンタカーを借りてくれてですねたくさんあった段ボールだったりとか、不要品をね買い取りに、持ってったりとかすごい一日ずっとやってくれてたんですよね。そういった不要なものがなくなっただけで必要なものが全て収納に埋めることができましたので、このようにね静かなお部屋とご主人が少しでもくつろげる空間ができたんですね。だからねせっかく私ゴミステーション作ったんですけど全くゴミステーションにゴミが残ってなかったっていうことでねこれもご主人の活躍のおかげだったんですね。ということでねほんとこの日暑かったんですけどねご主人頑張ったおかげでね自分のお部屋が生まれたということで本当に喜んでもらってよかったなと思います。そんなわけでねこの家の親子もねお友達も物も家具もみんなハッピーになったという大改造でねはいこの家がさらにねハッピー家族になったということなんですね。はいということでね皆さんもね使われてない部屋使われてないものが喜ぶね片付けをしていただきたいと思います。ということで今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターは感動のアフターから1ヶ月実はこの家には時間を空けてもう一度訪問したい理由がありました。どうぞお楽しみです。それではまた来週さよなら。終わった？よかったらチャンネル登録お願いします。いいねコメントもお待ちしてます。